はい、こんにちは。多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日は、西英31区鉄道街頭に突入せよ。こちらの任務の方を、配信していこうと思います。そして、先日のね、アップデートの中身の方も確認しながらね、今日は始めていきたいと思います。こんばんは。かのやさん、こんばんは。ディアさん、かのやさん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いします。それでは最初に、アップデートの中身の確認から入っていくんですが、その前にね、いよいよ案内がありましたね。こちらの、次期期間限定作戦は欧州地中海の戦域へ遠征、同前段作戦は8月20日金曜日に開幕予定。いつもね、開始の方は遅れたりするので、その日のうちにね、始まってくれればいいかなとは思うんですけども、そうは言ってもね、もう日にちはこれで決まっちゃいましたので、今日が7日なので、あと2週間切っちゃいましたね。皆さん、備蓄の方は大丈夫ですか？まだ時間はありますので、準備をね、していきたいと思います。そして、メンテナンスの内容についてなんですけども、順番にやっていくとね、だいぶ時間かかっちゃうんで、おおよそというかね、おおむねここら辺は押さえておいた方がいいかなっていうところだけは話していこうかなと思います。最初のところは新しい水着モードになったね、カンムスが今回実装になったという案内。そして、浴衣モードということでね、新しく追加になった子もいるということ。そして、人芸、体芸にもね、新しい、潜水艦隊攻撃の特殊グラフィック水着モードが実装になったということで、ここら辺も一応押さえておきたいところかなと思います。最初に、見るのは四つですね。こんな感じのイラストになっています。一層こう、個性がね引き立つような、スイカがちょっと大きすぎるんじゃないかなというふうに思いますけど、それはそれとして、頭のところには、ひまわりのね髪飾りをつけていますね。浴衣は、金魚と、これは何かな、あまりこう浴衣のデザイン詳しくないんであまり話せませんけど、帯のところもなんていうのかな、多分なんか意味があるんだろうと思うんですけどね。
こはまあ詳しい方に、お任せしようかと思います。もしね、わかるよっていうところがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。はい、そして、こちらね、タイ芸の今回水着モードということで、ほんとね、この子、季節限定グラフィックが毎回というほどね、実装されてるんで、本体をね、見ることが少なくなってきてるような感じもして、ちょっと大変だったと思うんですけど、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思います。この髪飾りもね、多分金魚かなと思うんですけどね、もう装備の感じからするとおよそバカンス気分というね感じのイラストとなっております。そして、こちらね、雪風ないし、タイヤン、まあ、今回限定グラフィックということで、今までは解任の状態もしくはタイヤンの状態ですと水着モードなかったんですけど、今回新たにね実装ということで、まあ、雪風提督の方々はだいぶテンション上がってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ今回欧州がね戦場というか場面となるので、あまり出番はないかと思うんですけど、タイヤン皆さん使ってあげましょう。そして、雪風解任の方にはこのようにねちゃんと、水着モードが実装になりました。これもね本当に嬉しいですね。ノーマルモードでももちろんありましたけど、鹿野屋さん、サブ雪風を単ヤンにしました。単ヤンにしちゃいましたか。いやー、いいですね。ちょっとね、目標連動が高いんで、でもね、こうやって実装されるというところがモチベにもつながってくると思いますので、運営さんなんとかね、こうやってどんどん増えていくと、嬉しく思います。そして、今年のローソンのね看板として、サウスダコタ、水着モード、まあ、てっきり、すぐ実装されるというかね、今年来ないのかなと思ってたんですけど、まあ、このタイミングで来てくれましたので嬉しいですね。風破壊でキープです。サブサブもいるんですね。いや雪風もタイヤも、最近はなかなかちょっとドロップしづらい感じもするので、もしね開講できることがありましたら用意してあげてもいいのかなと思います。あと差分でこのサウスダコタのこの上に羽織ってるねジャージでいいのかな、まあ、これが差分としてありますので、チェックしてみてもいいのかなと思って紹介です。はい、そしてワシントンも実装でしたね。まあ本当来ないかなと思ってましたけど、本当にまあ、全身写真を見るところですとね、まあ完璧なね状態と思われますね。特にもうこれ以上言うところがないくらい完成されたイラストじゃないかなと思います。まあ差分としてまた上着というか羽織っているものが取れたりしますので、ここはね
もう私も会にしちゃってたのでちょっとここわからなかったんですけど、後で調べたらそういったところもありましたので一応紹介ですね。そして高波もね今回実装になりましたけど、いや今日はね出演機メンバーに入ってるので、その時でもいいかなと思ったんですけど、全身見ることはちょっとできないので、ここでの紹介になります。もともと水着は持ってるんですけどね。ちょっと違うところもいいですね。そうですね。細かいところ多分ね、あれから時間があったので、ところどころ改良されているんじゃないかなと。そういった細かいところがね、カンコレのいいところじゃないのかなとつくづく思います。おおよそ戦いに行くような様相ではないんですけど、一応ねこんな風なスタイルになっております。そして今年ついにゆらさんにも、水着モード来ましたが、見ての通りもう完全武装されてるので、これ以上ね見たい方はご自分の目でご確認いただければなと思います。もうね実装されたというだけでもうゆら提督の方はもう大変喜ばれてるんじゃないかなというふうに思います。いいですね。この水鉄砲も、夕張さんとのお揃いなのかなというふうに思いますし、この子ねどんどん可愛くなっていくんだよなはい、次行きましょう。はい、ここからは特殊砲弾ですね。潜水艦の時の、特殊攻撃の時の、イラストになりますけど、今回大芸の水着バージョンもね、実装されましたので、その前にちょっと通常バージョンが一応こういう状態だということで改めて、紹介です。本当にこの状態だとまた違ったね一面を見ることができますね。そしてこちらは、ジンゲイさんの、特殊グラフィックということになります。よくこの状態をね覚えておいてください。今水着モードも、紹介していきますので、違いなんかはやっぱりね見て取れると面白いんじゃないかなと思います。そして回とね、そうじゃない状態だと若干グラが違ってたこともちょっと気がつきましたのでね紹介しますけども、頭にかぶってるもの多分電炭ですね、これが増えているのと、あとは装甲と、装甲が増してるんでしょうね。バルジを搭載して艦の安定性を高めたというところじゃないかなと思われます。ちょうど端のところにね装着されて、足元のところにも装着されますので、ちょっとここはね普段見ることできないんで、今回の、紹介させてもらいます。そして今回実装になった水着バージョンの、このグラフィックですね。いいですね。通常の水着モードをちょっとね変えているような状態ですけど、これだと完全にもうバカンスモードですから、果たして今回のイベントで活躍の場が来るのか期待です。そしてこちらがジンゲイさんの水着バージョンですね。
通常ノーマルの水着と同じように装備してるものは全くね変わらないんですけど、手にしてるねカクテルはもうね微動だにしないっていうところがいいところじゃないかなと思います。一応差分もあるみたいなんですけど、ちょっとここでは確認できなかったので、すいません。グラに関しては以上のような感じで、今回ねアップデートされましたので紹介となりました。皆さん大体もう確認はしてると思いましたけど、改めてねこうやって見るとだいぶ増えましたね。はい、あとそうですね、大まかに変更したといったところというよりは、家具屋さんにもね一部緊急更新ということで、今回お品書き夏シリーズ向け更新されましたが、今夜カンムスと夜中の花火を楽しむ花火の窓も取り扱い開始。さらにご協力いただいた提督の皆さんに夏に向かう全提督の方へ感謝を向けて、暮れの大和感謝の掛け軸が実装なってます。皆さんこの機会に逃さず、暮れ大和感謝の掛け軸ねゲットしていきましょう。ちょっと私まだこれゲットしてないので今日ゲットします。はい。多分ね活躍の場を用意してると私は的には思ってます。はい。そして一部のカンムスの性能能力のね情報微修正というのがありますけども、この中でね一番驚いたのはヤマトの火力がね上がったということですね。今でもね十分高い火力がさらに上がっていくということは、ここ上がってくると相手もね深海生還の火力も上がってくるような気がしてちょっと怖いところもありますが、強くなることは全くね良いことなのでどんどん強くしていきましょう、などなどありました。あと多分これが今回のアップデートで一番注目しなくちゃいけないのかなと思うんですけども、海混合型による野戦特殊攻撃領艦野戦突撃の情報修正、こちらの攻撃ね今までは1回の出撃で1回しかできなかったんですけどね、なんとヤマト派クラウドファンディング達成記念でしょうね。ヤマトミュージアムのヤマトミュージアムのね、いやこのクラウドファンディング私もリツイートしたんですけど、まさかねあっという間に達成するとはこれも全てね皆さんのご協力あってのことだと思いますので、また機会があればね実際に本当に見に行きたいなと私個人的には思っていますので、その時が来ることを今から楽しみにしています。そして今回の、情報で2回稼働2回ですからね、野戦に2回も1回の出撃で行くってことはこれよっぽどのことなので、考えられる戦闘としてはもう野戦海域に出撃すれば十分可能性あるっていうか、その使い方しないと2回はね多分弾薬の消費の関係上難しいと思うんで、今回のイベントでこの攻撃方法を実装したということは野戦マップを用意しているということだと思われますので、野戦装備
装備皆さんしてるとは思うんですけど、用意をしておかれた方がいいんじゃないかなというふうに強く思いました。野戦の三種の神器であります単焦と照明弾、そして、制空権が確保していれば野艇ね、これの発動もできますし、あとは、熟練見張り員さんとかね、野戦に関わる手法魚雷、5-3で2回出せてるようですね。このようなね使い方できると思いますので、そうですよね。5-3、先日行きましたけども、やっぱりこれができると突破率もだいぶ、上がるんじゃないかなと思われますね。という感じの、ざっくりした、アップデートの内容のね紹介でした。もう一つありましたね。来るべき作戦に備えて、対地装備の獲得、あと対戦装備の獲得、作戦準備任務群が実装されましたね。作戦準備の第1段階任務、作戦第2段階任務、この2つの任務ね、できればボス前ネルソンタッチ、ボスマスで混合タッチとかさせるんかな。あまりタッチっていうのはね、強力な攻撃なだけに、切り札ですから、できれば最終回帰でね使いたいでも最近のイベントの傾向からすると、講談作戦でも関西機の見える運用特性が個人的に気になってます。関西機のね、今までは装備を乗せた時にピット補正がね入れたりしてたんですけど、それが見える化するということになってますので、今後はいろんな、その空母にね適性のある艦載機を使っての、戦闘、そういったところも広がっていくんじゃないかなというふうに思われますので、本当にね、ただ数字が高いから使うのではなくて、この子にはこの装備っていう風な感じでね使うのもやっぱり使う側としては面白いですし、やっぱり艦隊コレクションっていうこのコレクション要素をね、どんどん取り入れていってもらえれば嬉しいなというふうに思います。誰も混合タッチ使わんからゴリ押しかな。使わなくても突破はできるけど、あった方が、手数がね増えますからね、いろいろ作戦の攻略方法が広がっていくということでも、使えるところは使っていきたいですね。ということで、まずはアップデートの方はこんな感じでの紹介になります。はい、それでは本日のね作戦の方ですけども、一応、次回今から次回の話をするのもあれなんですけど、次回は空母戦力の投入による兵隊戦戦闘紹介、こちらの方を次回はやる予定にしています。そして今回は、精鋭31区鉄塔海域に突入せよ、31駆逐隊、長波、高波、朝下、もう一人
軒並みですね。はい。この4席の中から、2人選んで、あとは、自由に、自由枠ということになります。5の4の回帰を2回攻略して、攻略完了となります。一応ね、今日も URL 貼っていますけども、こちらに今回の出席メンバーの詳細が載っていますので、ご興味がある方はご確認いただければと思いますし、今、出席メンバーの紹介をしていきます。はい。今回ね、サムネイルにしましたこのルールがね、ようやく実践に出せるくらいの連度になりましたので、この任務、期間としてやってもらいます。ホノルに関しては、こちらの6インチ3連装速射砲のマーク重力モッド2、こちらを2つ装備してきます。若干ですけどね、火力がね、1上がるのと、やっぱりこの手法、命中性能がプラス4ということなので、すごい活躍できるんじゃないかなと思っていますけど、なかなか出番がなかったので、今回使っていきます。そして前回イベントの報酬で配られていましたこちらの水上偵察機、ちょっと読み方、なんていうのかな。ちょっとだけね、補正が入るので、有効活用したいっていうのと、索敵値が7あるというのも非常に大きいですね。そして、SKSG レーダー、こちらも補正が入りますけども、索敵値が本当ね、12プラスあるにさらにプラス2ということで、大変優秀な電弾ですけども、さらに性能が向上します。特定の間に置いてだけじゃなくて、ノーマルでも十分使いようがあるのでね。ただ、まだホノルル、近代化改修がね、終わってません。火力は高いけど、雷装置がまだ30がないというね。走行もちょっと不安ですけど、まずこれで行ってみたいと思います。そしてローマですね。主砲、そして野艇、そして水上偵察機だ。違う、水上戦闘機といった装備になっています。ほとんどイベ仕様の状態ですね。そして、ザラドライ。こちらも主砲と、野艇、水上戦闘機ということで、一応水上戦闘機2スロットで、制空値がだいたい機構ないし、優勢は無理ですけども、喪失はしないので、この2人でね、制空担当もしてもらいます。そして31駆逐隊、長波、朝霜、そして、水着モードになりました高波もね、今回メンバーとして出撃していきたいと思います。それでは、早速、出撃していきましょう。海域の方は5の4ですから、5の3ですとね、野戦があるので、こちらも野戦はあるんですけど、野戦のレベルが違うんで、多分、支援艦隊なしでもいけると思って行ってみたいと思います。
さてルートはこのまま、野戦マスに突入していくんですけど、その前に一回戦闘をしていきますね。敵だ。敵なら脱線させないとな。オープンファイヤー。行くぞ。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。はい。ね、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。戦闘の方はもう始まっていますけども、雑談ということでね、今日は、綾波についてちょっと話していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。バウロンした？オーケー、もらっとく。まあ、あって困るもんじゃないし。アロハアロハ。私の名は四季並み。以後よろしく。ナイバーローはな。行くっきゃないか。敵に魚雷を撃たせるな。ファイヤー。三連装四方はおもちゃじゃない。4番四方いい。頼む。目に物を見せてあげるわ。この光線で見せてあげるんだから。服を切らせて骨を断つなよ。直撃。やられたの？この朝島にかかってこい。もっともっとだ。来いよ。門国艦発見。後続艦隊続いてください。やっぱりね、野戦マスはこういうことが起きますんでね。田中少将の士気に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。いけるよ。まあね、こればっかりはね、しょうがないね。仙台参上。野戦なら任せておいて。はい、では撤退です。はい。艦隊戻ってきたぜ。よかったよかった。まあカンコレあるあるでね、こういう最初の出撃をしたときに万全の準備をしていたはずなんだけど、撤退してしまうということがね、よく起きますので。だから見るな。すみません。はい。少しお風呂に入るかもです。それでは、綾波について、今日はね、雑談していこうかなと思います。海戦の主力となったね、空母に圧倒的な威容を誇る戦艦。やっぱりね、大型艦には、注目が集まります。でもね、もうね、小型艦艇の駆逐艦の存在がなくては、艦隊は成り立たないということはもう皆さんよく分かっていることだと思います。いかに空母や戦艦がね、強力だったとしても、駆逐艦の護衛がなければ、単艦ではね、航海することは決してできないんです。あらゆる局面で使用される駆逐艦が、ですけども、その本文はね、雷撃戦、波しぶきを上げて突進し、敵艦に肉薄して魚雷攻撃。先ほどの、
野戦マップでもありました通りの、まさに、ああいった戦い方が本来の駆逐艦の戦いということになります。そんな彼女たちの中でも今日はちょっと綾波についてね、紹介をしていきたいと思います。一般にはね、ハワイ攻撃、真珠湾攻撃が戦闘の第一番だというふうに皆さん思われるかもしれませんけども、同時にね、マレー部隊の上陸作戦も開始されていたわけです。その最中に来襲したイギリス軍機に対して発砲したのが綾波ということで、彼女が文字通り戦いの火蓋を切ったというね、逸話というか多分これ、そういうことだと思います。はい。綾波について、吹雪級の一隻として、昭和5年4月に竣工。徳型で呼ばれるこのクラスは高速かつ重武装の画期的な駆逐艦。主力艦の日米格差を埋めるべく計画された日本の切り札ということだったんですよね。開戦後は戦前のね、予想をはるかに超える戦いに彼女たちは、挑んでいきます。よし、まずは、出演機の方もね、していかないといけないので、では、2回目行ってみましょう。第67任務部隊 USS ホノルル抜病だ。楽しく行こうか。楽しくね、これは楽しくやっていかないとね。そして紹介するのが、第3次ソロモン海戦17年の11月14日の夜、ガダルカナル島ですね。12日、その2日前に、戦艦によるガトー砲撃を行っていました。これは金剛と春菜がね、行っていた作戦。それを今、比叡とね、霧島が行おうとしたんですけど、その前に比叡が倒れてしまって、霧島と、従順の高尾、そして、掃討隊の一員として綾波がね、この戦いに参加します。米軍もね、この計画を阻止するべく、強力な戦艦2隻と駆逐艦4隻をガトーに派遣します。この戦艦というのは皆さんもね知っている通り、今日、サウスタゴタ、ワシントン、ですね。当日は、月もなく墨を流したような真っ黒な海面で両軍はお互いに間合いを詰めていきます。そして日本軍の掃討隊の中から綾波が一隻だけ分派して、ガトー近くのザボ島南側を索敵させます。ちょうど綾波出てきましたね。はい。この子黒豹って呼ばれています。なのでこの手に持ってる猫なんですけど、黒い猫、豹の扱いなのかなと思いますけど、そして同日の21時過ぎ、掃討隊に対して砲撃が開始されます。この時に煙幕を張りながら果敢に反撃したのが綾波です。一隻で突撃を開始し、米軍の前衛の駆逐艦は砲火を集中。まさに1対4の対決。34ノットの高速で走りながら、米駆逐艦のフレイ
ストーン、続いてウォークを炎上。ザボ島を背にしている彼女は米軍のレーダーをではうまく捉えることができなかったんですね。それでも4対1なので、徐々に窮地に追い込まれていきます。被弾していく、綾波。火災を起こし、魚雷発射管の近くにも炎が炙り出してきます。もしね、この時魚雷が誘爆していたらもうそこで終了となりましたけども、それにもひるまずに砲弾の中に突進をしていきます。ですが、もう被弾をしてしまっていたために、突進する速度も舵を切る速力も落ちていました。それでも綾波はね、魚雷を立て続けに発射。米駆逐艦のウォークは真っ二つになって後沈。後続のベンナムにも命中。艦首を吹き飛ばします。火だるまと化した3番艦のプレストンはすでに波間に消え、綾波はたった1隻で3隻の敵艦を撃破しました。海戦はね、皆さんも知っての通り、米戦艦のレーダーによって霧島は失われ、日本側のガトー砲撃を果たすことはできませんでした。ですが、数少ないね、戦艦対戦艦の戦いということで知られますけども、同時に駆逐艦の戦いでもありました。その主役ね、綾波でしたね。そして、15日の0時過ぎ、満身創痍となった綾波は最後の時を迎えます。2度にわたる大爆発を起こした後、暗闇の中にその姿を横たえていきました。そんなね、綾波ですけども、カンコレの中ではね、ひときわ運の高い、野戦地の活躍ができる子なので、次回のイベントは欧州だから、あんまりというか出番ないかもしれないんだけど、ここで霧島も来ますね。よし、はじめまして。私霧島です。今日はね、ちょっと霧島出番なくて、紹介も少ししかできないんですけど、いずれ何かの機会に、紹介したいなと思います。さあ、野戦マスを2つ乗り越えて、あとはボスマスに行くだけなんですけど、ここがね、索敵値が高いんで、先ほど搭載していたレーダーとかね、が役に立って、ボスマスに来ました。さあ、行きましょう。全力で潰すわよ。全砲門開け。戦艦ローマ攻撃を開始する。4番手法頼む。撃て。うるさい敵だな。やってないよ。逃げられを打たせるな。ファイヤー。服を切らせて骨を断つなよ。敵に魚雷を打たせるな。続いてください。反攻戦ではあったけど、やはり昼戦の火力がね、今回はとりわけ手法に、できるだけいいものを持ってきましたからね。
おもちゃじゃないの。いい？目に物を見せてあげるわ。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ、嬉しくはあるわね。昇格型航空母艦1番艦昇格です。1号船2号船の先輩方に少しでも近づけるように随閣と一緒に頑張ります。はい。よし、これで、最初のね S 勝利取ることができたので、艦隊戻ってきたぜ。よかったよかった。よかったよかった。これで、50% なので、もう一回ね、戦役していきましょう。提督、マハロ、助かる。すみません。少しお風呂に入るかも。少し修理をするわ。何？あまりジロジロ見ないで。そして、まだね、回収が終わってないので、ここで強化をしていきたいと思います。これと、これと、ここは霧芝外して、多分火力はこれで足りると思うんだけど、どうかな。はい、これ、ありだね。アロハアロハ。よし、これで火力だけは回収完了と。あとは、対空と装甲地ね。あるかな。マハロ、いいねこれ。よし、これで先ほどよりも、だいぶね、近代が回収できましたね。はい。さあ、もう一回行って攻略を完了させましょう。級軽巡洋艦 USS ホノルル出撃する。みんなついてきな。行くよ。この5の4の三門海域という海域も、第1期の時は、潜水艦でね攻略することができるというね、ちょっと変わった海域だったんですけども、2期になってからはね、野戦マップが増えたり、潜水艦では攻略がちょっとできなくなったりということで、だいぶ変更点があったところではあるところですね。1期からやってる方ですとね、この4といえば戦果稼ぎのマップだったというふうに記憶していますので、懐かしいな。それをやってだいぶ潜水艦隊のね連度が上がっていましたので、今日紹介をした潜水艦隊の特殊攻撃、出番が来るかどうかは分かりませんけど、当艦隊はそういったこともありまして、だいぶ連度の方はね揃っています。だからもし来られてもね、いつでも来いといったところですね。一撃もらうかな。700、ちょっとダメージ出すぎだけども、キャップがね590ね。本当に野戦火力の頼もしさといったらないですね。本当に跡形もなく消し飛んでしまいます。あたいが一番やりだね。こう見えてエース
任せな。あ、モッチーですね。望月です。アロハアロハ。さあ、油断せずに、ここもね、突破していきましょう。ナイバールーはな。行くっきゃないか。敵に魚雷を撃たせるな。ファイヤー。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？4番手法。目に物を見せてあげるわ。さらに粘り強さ。服を着らせて骨を断つなよ。この朝島にかかってこい。もっともっとだ。来いよ。敵艦発見。後続艦隊続いてください。本当に跡形もなく倒してしまいましたけどもね。仕方ないね。よし、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。そうですね。まあ、たまに、まあ、ツイッターのフォロワーさんとかでもね、経験値稼ぎしたいところっていうかね、しやすいところないですかって、言われるときあるんですけど、一応この海域のこの輸送船倒すのはね、この経験値が高いんで、おすすめではあるんですけど、まあ道中ね、野戦あるんで、エッジマスをね、突破することができれば、かなり有力なアロハアロハ。海域だとは思います。なので、もし自信のある方はね、ここで、敵だ。敵なら経験値稼ぎしてもいいと思います。行くぞ。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？目に物を見せてあげるわ。今回は TG 有利出てくれたんで、もしかして昼戦で終わっちゃうかな。なんてざま。覚えてろよな。また来るんだからね。服を着らせて骨を断つなよ。敵に魚雷を撃たせるな。この朝島にかかってこい。敵に魚雷を撃たせるな。もっとだ。ファイヤー。来いよ。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？さらに粘り強さ。目に物を見せてあげるわ。こちらの攻撃も通りますけど、相手の攻撃もね、骨を断つなよ。まだ大丈夫。通っちゃうんで、中波2隻、雷撃でもう1隻取れたね。オープンファイヤー。行くぞ。では、野戦で決着つけましょう。ライバールーはな。敵に魚雷を撃たせるな。ファイヤー。ちょっとまだ、雷装置がね、低いんで、控えめな攻撃力でしたけど、まあそれでも、まあこれだけのダメージはね、出せましたね。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ、嬉しくはあるわね。商船改装空母、巡洋でーす。ヒャッハはい、純陽さんですね。ヒャッハー。まあ先日、まあ紹介をね、した純陽さん。ー。艦隊、戻ってきたぜ。よかったよかった。はい。提督、マハロ。助かる。それでは、任務の方がね、完了したということで、受領していきたいと思います。精鋭31区、鉄塔海域に突入せよですね。
こちらのクォータリー任務が完了しましたので、受領したいと思います。こちらね、任務の報酬選択ができます。伝単か、戦闘商法。これ戦闘商法がね、3ヶ月に1回必ずもらえるということなので、ここは私の方ではこちらの戦闘商法をゲットしていきます。そして、こちらの2種類ですね。資材かプレゼント箱かということなので、これは必要な方を選んでいければいいかなと思います。燃料、弾薬、防器310ですね。戦闘商法と新型砲弾兵装資材いただいていきます。そして、今日ですね、紹介しました、作戦準備の第一段階、こちらは遠征任務なので、事前に攻略していましたので、こちらも受領していきたいと思います。本当にね、対戦装備ということで、ソナーか開発次第ですけど、ここ結構ね、この93式中水中ソナー、回収資材で使ったりするんで、もしね、足りないとかなってる人だったら選ぶかもしれない。結構4式とかだと、これ回収で使ったりするんで、もしまだ、そういった回収がね、終わってないっていう方でしたら、こちら選ばれてもいいと思います。私の方では今回開発資材を選ばせていただきます。そして、こちらも選択報酬ですね。爆雷、回収資材、給料管ということなので、これは給料管かな。こちら選んでいきましょう。弾薬と鋼材350、開発資材が6、そして、給料管ゲットということで、これで作戦準備の大段階ですね。こちらは出撃任務になるので、これは自治会かな。自治会攻略をしていきたいと思います。ということでね、今日の出撃の方はね、これで完了っていうことになります。ということは、今日のね、いつもやっているコーナー、今日は、何の日、そちらのコーナーを今からね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、多聞丸のカンコレ多聞丸です。今日のね、紹介するものは、こちらになります。
安心安全な、国産レモンの歴史ということでね、ちょっと今日は記念日ではなくて、こちらのレモンのお話をしようかなと思います。もう、画面に出てる通り、広島レモンということで、こちらですね。はい。海外から輸入されるレモンとは違い、国産のレモンはね、すぐに出荷できるため、防腐剤の使う必要がありません。ですから、皮まで食べることができます。結構ね、これ当たり前なことかと思ってたら、海外産の場合ですと、私たちの消費者のところに着くまではね、時間がかかるため、そういった防腐剤使ってるもんですから、とても皮なんか食べたらね、大変なことになってしまうということだそうです。国産のレモンの生産地はね、国内ナンバーワン、これは広島県。平成29年の時点で、なんとね、国産の 50% 以上ということですから、もう完全に、ナンバーワンと。その中でも、生地島ですね。ここがレモンの産地として有名で、レモン島と呼ばれているそうです。もしかしたら、今日見に来てくれたリスナーさんたちは、このレモン島のことを知ってるのかな。瀬戸内海に浮かぶ生地島の人口はね、約9000人の小さな島。国産レモン発祥の地の石碑があるなど、島を挙げてレモンを推しています。レモンをね。また、広島レモンは瀬戸内広島レモンなどの名称で、全国に、ね、出荷されているので、お近くのね、スーパーとかでも見ることができるんじゃないかなと思います。ただ、このレモンに関しては、過去ね、日本においてはね、生産が激減した時期があります。そのきっかけとなったのが、昭和39年、レモンの輸入自由化ですね。この時に、レモンが大量に海外から入ってきてしまって、価格が大幅に下がってしまいました。また、気候もね、寒波が襲ってきたりということもあって、レモン農家さんはね、次々とみかん栽培にシフトしていったという、そういった過去があります。ですが、先ほど防腐剤の話をしましたけども、昭和50年に輸入した輸入のレモンから禁止薬物がね、見つかっちゃったんですね。ポストハーベスト、防カビ剤、それによって改めて食の安全を叫ばれるようになって、防腐剤を使わない国産レモンがね、再び注目を集め、そして、国産レモンの人気が回復したんですね。今ではそういったことがありまして、海外産のレモンっていうのはほぼ見ることはないかと思いますけども、これによって安心安全なね、国産レモン、私たちが安心して食べることができる、そういった歴史がね、あったということを、今日はね、ちょっと紹介させていただきました。ということでね、本日は、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。西英31区
鉄塔海域に突入せよのね、配信をさせていただきましたが、皆さん、最後までね、ご視聴、お付き合いいただきましてありがとうございます。あとイベントまで、13日。多分というか、あと、それまでには、いでやさん、お疲れ様でした。かのやさん、お疲れ様でした。そうですね。あと、イベントまでには、あと3回ほど配信していこうと思っております。ので、次回もね、また、見に来ていただけると嬉しいです。また、チャンネル登録や高評価もね、ぜひお願いをして、本日もこれで皆さんとお別れしたいと思います。それでは、失礼いたします。また次回もお会いいたしましょう。じゃあね。